を始めます。スケーターにとっての夏は新技を覚えたり昇級試験を受けたり力をつける鍛錬の時期。冬の成果は夏の鍛錬が作ります。しっかり頑張っていきましょう。はい。さて、じゃあみんな目標達成シートを書いてきたかな？後ろから回してね。みんなたくさん書いてきて偉い。じゃあ何書いたか教えてくれる人？レッツ！練習中おしゃべりしない。ダブルフリップダブルトーループ。この合宿でダブルアクセルとトリプルサルコー。肯定能做到的他。先週叫んでたもんね。ノービス出たいって。引っ込みつかなくなってんじゃん。恥ずかしいやつ。这好可爱。二人とも仲良く。はい。他に目標ある人は？トリプルセルコ。なんで主役が盛り上がってるの？すみません、遅れました。ミケちゃん。但是真的感觉就是小七他至少在这里就不像在他学校里那样完全是孤立的那种状态吧，就至少还是有能一起说话一起练习一起进步的朋友们。哇，还真的小小的ナチ先生は昔4回転サルコーを飛べたすごいジャンパーなんですよ。いや、結局試合で一度も成功しなかったんですけど。違う先生に教えてもらうと新しい気づきが起きやすくなる。あとは合宿が終わるまでに間に合ってくれるといいな。サニドリリオじゃん。なんでここにおる？長野の合宿行けんかったの？いや、行くから。そっちは来週。哇，这么密集的练习。12歳までかつ6級以上の選手なので間に合いませんでした。長野の合宿といえばトップの選手の登竜門。オリンピック代表選手はほぼこの合宿を経験しているのは分かっていたんですが、でもいのりさんと2人でよく不去纠结这些了。覚悟決めましたから。人聞きの悪いこと言わないでくれる？俺毎年行けるくらいのレベルはありますから。このバカメンダコ頭。哦，对，我也觉得这明显是猫耳。サルコー、リオさんはそれでは早速ナッチン先生が教えます。今からやるのは我感觉李黄他还是有点消极的。每个教练的这个方法都还是很不一样的。カーブを描いてジャンプをしているとこの遠心力に負けて内巻きになりすぎるんだけど、こうしてまっすぐなジャンプを体に覚えさせるとベストな曲線軌道をつかむことが类似于阻止内旋。遠心力か。一人だと直し方よくわからなかったからな。はい、やってみます。じゃあ次、リオさん。クロス、オホーク。はい、ジャンプ。よーし、いいフォーム。次。司先生が提案したやり方、確かに見やすいんだけど、現役じゃないんだから、私たちがこんなに動く練習って。一定要跟随着观察。どうかしました？いや、ちょっと息切れちゃって。そうですか。でしたら次は俺が全員チェックしますよ。もう一周いくよ。永远充满干劲儿。
ポジティブって感じ。そう見えるでしょ。それが違うのよね。彼は誰かのためだった四教练是这样的前向きになれるけど、自分のことになるとすぐ後ろ向きになっちゃうんです。对于自己的事情就会缺乏自信，但是对别人总是充满着正能量。啊，好可爱！哦，头发放下。让我想到 Mikey 了。ブラッド懐かしい。あれでも子供はもう就寝の時間じゃ。まあいいか。使ってるとこ見られないようにわざわざ時間ずらしたのに。早く出よう。专门错开的时间。別にもう出るので。あ、そうだ、リオさん。目標達成シート、この後一緒に考えない？遠慮します。考えられなかったわけじゃなくて、自分の中では決まってますから。トリプルとダブルのコンビネーション、6級合格に必要な。人に言いたくないから。そうか、わかるな、その気持ち。は？俺もあったよ。言ったら目標大きすぎとか小さすぎとか思われそうで。じゃあその気になったら教えてよ。手伝えることがあったら手伝うから。先生。ん？先生のシングルのバッジテストは我的天呐。公開されている過去のリザルトにはノービスやジュニアにも名前がなかった。この先生、間違いなく6級は持っていない。一定要这样吗？早く言えよ。そしたら言ってやろう。自分より上の選手育てられるのかよって。初級だよ。初級。あ哎呦，别这样对司教练了。あいつが聞いたらがっかりすると思いますよ。多分ヒカルに勝つなんて言わなかったでしょうね。知ってるよ。みのりさんにはもう伝えてある。不要小瞧我们的羁绊。そこまで知っててヒカルに勝つ気なら話にならないんで。他的目标就是小光啊。それと俺にそんなに構わなくていいですよ。ここに来たのはあのクラブから離れたかっただけですし、それに俺は多分このまま成長止まるんで。待って、なんでそんなこと？っていうか、なんでそんなにムキムキなんですか？因为他要打好几份工啊。選手より自分の筋肉育てる方が向いてると思いますよ。救命！こんな少ししか積み上げられなかった。コーチがいれば1時間で解決できることなのに、俺は何年も。それが無駄だとは思わないけど。そうでしょうか。無駄だったと思います。もっと早く。所以这个时候他就不希望李黄像他曾经那样对自己那么消极和迷茫，所以他要作为这个曾经他没有遇到的那个老师。絶対こっちが6級以下だと踏んで困らせるつもりで聞いてきただろう。性格悪すぎない？のりさんに小天使确实。コーチになったらいつか指摘されると分かっていたんだよ。だからコーチになるのもためらってたんだ。でも哦，别哭。でも腹くくったんだよ。あの日全部くくったんだよ。掘り起こすんじゃねえ。見てろよ、リオさんは俺が飛ばす。絶対俺の元でトリプルダブルのコンビネーションを飛ばす。
又燃起来了，教练。どうした？四教练真的很伟大，自己曾经缺少的，不希望李黄再缺少了。私が何回も落級に落ちたら哦先生が悪いってことになるよね。わからんけど、そういう話になるかもしれんね。私、もっと成長が早いって言われたい。ダブルアクセルも飛べるようになって、司先生を選べる強い選手になりたい。让四教练的名声也更好一点。ミゲが撫でるわ。这也太可爱了，ありがとう。过于健全了，暖暖的。夢で感觉这个姿势是旋转。リオさん、おはよ言ったでしょ。俺には構わなう。くていい。リオさんの目標ってトリプルのコンビネーションだってね。俺は全力で手伝うからね。emo 都是留给自己的夜晚的，早上又是这样的精神满满。今日はもっと具体的に見ていくからね。すごい。見違えるほど軌道が良くなってる。本当ですか？今転んだのはインエッジで降りてるからなんだ。でもあと少し細かいフォームを確認して看的真的很仔细。啊，像是闯关似的，要做勇者。哇，他真的太厉害了！全日本ノービスに必要な武器。まず一つ目。ダブルアクセル。这都已经算喜びをこらえているのはノービス出場が目標だからか。でも嬉しさがダダ漏れなんだけどね。四教练也是。もしかして私の素晴らしい指導が未来の敵に死を送ってしまった。まあ私は心が広い大人なので気にしないけど。何？トリプルダブルはお前が先に降りてくれ。まあミケも頑張らんとな。祈りと戦う時は絶対に負けたくないもんで。リオさん、次リオさんの番だよ。はい。なんで俺は無気？他明明这么厉害，但还是那样的消极。去年はノービス8位。十分期待される実力なのに、どうしてそんなに悲観的なんだ。今日は調子がいい。エッジが氷にスッとはまっていく。今なら。可能就是有瓶颈。もう少し。哎呀，这感觉太疼了。やっぱりダメか。リオさんお疲れ。すっごい良かったよ。指先も綺麗だし、何よりも3回転に挑戦したのが偉い。太闪耀了，四教練。回るんじゃない。回すんじゃない。自分は軸になるだけ。ダブルアクセルの時のあの感覚。体をキュッと締めて
自分の中にある軸をしっかり感じるような。哇，在私教练眼里已经自动可以慢动作了。来た来た来た、トリプルサルコー着氷、一度に2つの壁をぶち破った。这完全就是可以去参赛水准了。先生も喜びの GOE プラス5出していいかな。まだです。先生言ったじゃないですか。帰るまでが遠足、曲に合わせるまでがジャンプって。だから。哦，但是他们都已经高兴的要溢出来了。鳥さんの親さんの面積拡大が止まらない。天呐，这样李黄他更自闭了。哦，他们其实开始的可能都差不多，但是差距有那么大，所以更加的有压力了。邪魔だよ。哦天呐！リオ、ジュン君は特別な約束で光のコーチをしてるんだ。こっちおいで。哦，あ、リオさんいた。曲かけあと1回残ってるよ。3回転よかったですね。お、あいつのそばにいてあげた方がいいですよ。そういうわけにはいかない。不要再让他觉得碍事了吗？回転、リオさんも飛ばすって誓ったし。そのテンションちょっと怖いんですけど、なんでそんなパッション強いんですか。逆になんでリオさんはそんな悲観的なの？そんなにスキル高いのに。全部で4回しか出ることができない全日本ノービスの4連覇はもう不可能。光みたいにトリプルルッツとトリプルループどころかトリプルサルコーさえできない。長野合宿に行けてもシードには選ばれない。銀メダリストの息子っていう最高のポジションでこの程度。だから誰のせいにもできない。環境があれば、指導者が良ければ、お金があれば、そういうことすらできない。因为他明明有着很好的土壤。全部あるから何のせいにもできない。それが俺なんです。先生は同じ立場でも悲観的にならないって言えますか。リオさんは与高潤を目指している。あ、いや、さっき言ってたことって過去の選手がやったことだよね。ノービス B 時代にトリプルルッツ、トリプルループ、トリプルアクセルを成功させて、長野の合宿では毎回シードでノービス4連覇。汗流浃背了。そんなことができたメダリストは与高潤だけだよ。やめて。その名前を口にしないで。感觉像阴影了。さんの滑り方もどこか与高潤に似てる。不要说出那个名字。蟑螂跟他并列吗？甚至还是第一的。甚至已经扎根了。心の底から嫌いで憎い。憧れ。俺が。这是什么背法啊？哦，因为要拿。
啊，想看，终于又要看到四教练滑冰了。小琪真的是从这一集刚开始定的目标，中间就已经目标达成了，简直就是天才。他成功的那一段动画做的好细节啊，完全真的就像起飞了一般。但是这样的一幕在李黄这里就更加的地狱了，因为就好像他身边的所有人都比他厉害多了。本身他家里就有这个滑冰的背景，而且有这种资源一直去帮助他，给他最好的这种滑冰的指导，并且小光最开始的时候，小时候也是不及他的水平的，结果小光之后变得那么厉害，现在小琪也超越了他，他就更自闭了。就像他说的，他甚至不能去怪罪是任何的这种外界的因素，因为他本身就已经是在一个很好的栽培的土壤中了，真的就让他反复陷入这种怀疑吧。很感动，就是四教练他也看到了李黄身上自己曾经的影子吧，自己也曾陷入到这种自我怀疑中。如果那个时候有一个更好的教练，有个老师能够指引他的话，可能就会有所改变。这个时候他就不希望李黄再落入到自己曾经那种样子中，所以他也是下定决心一定要帮助李黄。期待。リオくんのためのレッスンだって。リオくん、みんな俺の本当に何なの？让你看看，让你见识见识。人形摄像机进入状态了，哇！哇！对，这个速度，太美了。就是魅魔。哇，这个音乐，关于纯的事情他也记得很清楚啊，就像上一集。哇！啊！哇！这太帅了吧，就感觉很轻盈那种。啊哦！啊！对，美到指尖。哇！可能真的有方面比纯还厉害啊。ジャンプの時の振り付けになってるはずだから、一か八か。哇！リオ哦，还有。哇！基本のステップさえ踏めないの。太迷人了。司先生はスタートが遅くても実力を伸ばすことを諦めなかった。
哦，努力的样子。谁能不陷进去啊？ごめんみんな、盛況です。はい、バケツ。スコップは早い者勝ちだよ。みんな、氷足りてる？哦，这一段做的简直太好了，我之后还要再看好多遍，我还没缓过来。かっこよかったね。小七，そっち氷ある？そうだった。司先生すごかったでしょ。ミケはすごいジャンプ飛ぶ人がうまいと思うもんで。リオ君は上手だと思ったよね。先生見てふっとりしてたもんね。李黄其实自己也觉得很帅。先生、このバケツ持っていって。はい、どうぞ。这下他总不能说老师不够资格了吧？整氷車入るよ。みんな上がって。让他说，让他说出口。みのり、お風呂行こう。おはようございます。今日もよろしくお願いします。いつも早いですね。すみません。どうしても時間が足りなくて。おはようございます。リオさん。氷に乗れるのは1時間後になっちゃうけど。知ってます。专門找他说嘛。明浦路先生が誰よりも早くいるだろうと。明白老师的努力啊。これを。哦。顔上げて。やっぱ横向いててくれる？先生は外面作った方がいいですよ。そんなものこんな立派な生徒の前では作れないよ。偉いよリオさん。教练比学生还要激动。よろしくお願いします。哦，明浦路先生。记住他名字。アンクル、大丈夫ですか？大丈夫っす。これじいちゃんの車なんで。何が大丈夫なんだ？来てくれてありがとうございます。いやー、高速使ったけど思ったより遠かったっすわ。部外者はお待ちください。ちょっとリオさん、こちら不審者ですよね。探偵？違うんですか？俺が呼んだんだよ。この人は特別指導をしてくれる先生の。先生。白猫博士、白って呼んでくださいっす。あれ？但是这下李黄真的就是认准了私教练了，让我好欣慰啊！合宿の特訓その2、開始だ。ミケちゃん、切れた。じゃあ行くよ。せーの。啊，像小芭蕾裙似的，很可爱。フィギュアのトップ選手の多くはバレエの基礎をしっかり学んでいます。そこで今日は名古屋からバレエの先生に。哦，真的是芭蕾裙儿。白根先生は国内大会で優勝経験もある。哦，是不是学花滑之类的都要会，就是可能芭蕾相似的舞姿啊？アダース、どうでした？ロードサービスの人怒ってたよ。
こんな状態の悪い軽トラで高速走るなんてって。マジっすか？やばっすね。なんでそんなに明るいんですか？いや、司先生が代わりに怒られてくれたので。じゃあ準備運動始めるよ。まずは手首足首しっかり回して前屈。这已经超越人类了。这別に珍しいことじゃないよ。リオくんやったことあるの？週1でクラブにバレエの他们应该要学这种舞蹈，还有柔韧性。スケートのためになるって始めたけど、つまらんくて2日でやめた。那小孩好像比较容易，就是做劈叉啥的。このポーズ。脇にげんこつサイズの空間作って手はずっとバレエの手。爪の先まで伸ばして。こうかな。次はアンナマン。ボールを抱っこしてる感じで手のひらはお腹。アラセゴンド。アンオタンデュナティレ。じゃあ音楽に合わせて続けてやりまーす。続けて。どれに気をつけて。そんな急に言われても。全都学过。なんでできるの？救命！こいつめちゃめちゃ見てくる。君、動き止まってるよ。はーい、5分休憩したら部屋の真ん中でセンターレッスンやりまーす。哦，弱小无助。でもできるだし、バレエなんてやらんでいいら。やる気ないな。何のためにバレエやってんのか分かってんの？知らんでいい。だるい。老师好受伤。老师自闭了。どうしたんです？ガチで先生に頼らないとメンタルが瀕死で逞强，还在逞强。バレエ楽しいコースの方が。大丈夫です。今まで通りで。でもこの反応何を伝えればいいか。姿勢です。姿勢の大事さを知ってもらうためです。姿勢理解したっす。じゃあよく見てて。哇，平地跳。3回転、陸上で？哦，すごい。3回転だ。この着地而是直接就是跳起来的，時も脇にちゃんとげんこつの空間あったでしょ。要随时保持住这种姿态感。バレエやってると自分の体への意識が変わってどんな時でも姿勢をコントロールしやすくなるっす。どんな時でも。バレエのレッスンは毎日姿勢を確認します。それによって自然に同じ動きを同じ角度でできるようになる。体が美しい姿勢を覚えてくれるから心が自由になれる。感情を込めても姿勢は完璧なままで転んだりしない。どう？そう聞くとこの超地味なバレエのレッスンやった方がいいわけじゃん。司先生と話したら急に堂々と。四教练，バレエを嫌がった神医。 4年も差ができとる。こんなに遠くを眺めとる気持ちになるんだ。よかった。今から積み重ねられる。先生、バレエって家でもできますか？毎日できるようにしたいんです。お、やる気あるね。新しいジャンプを飛べる小七感觉做什么都会成功的。合わせられるわけではない。プログラムの構成にどう組み込むか、振り付けや飛ぶ位置を細かく調整する。啊，準備は全部揃った。
バレエレッスンのおかげかな。やっとった方が良かったかもしれんけど、過去には戻れんしどうにもできん。重要的是接下来。ニケは勝ってこれが正しい選択だったことにして哦，トリプルサルコー。特别棒！振り上げからの腕を引き寄せるタイミング。あと負け浦地先生から言われたのは、挑戦は気楽に。帝皇感觉已经被攻略了。哇啊！终于有这种稍微自信一点的笑容了。ニケだって哇！トリプルダブルのコンビネーションは3回个个都是压力怪できるんだよな。司先生、私も練習していいですか？やってみます。ありゃ結局いのりさんはすぐにはできなかったが、我就是特别怕他的那个あと10伤。地味な筋力練習やスケーティングの練習とともに頑張り続け、还是成功了。合宿中には成功させた。最後の夜なので今夜はバーベキューです。保護者の皆さんにお礼言ってね。え、猫好きだから髪型もそうしてんの？これがミケ他也看不出来吗？やってること芸術じゃん。バネ芸術。有品的。つまり俺が先に飛んだわけだから、俺の明浦地先生がすごいって。已经是这个地步了，争教练了。でも先に飛んだのは俺だし。先にコーチ。丽皇，你已经变了。今日は花火もできます。花火ぐらいで喜ぶ。リオくん、一緒に花火やろうよ。他的好朋友。リオくん。变脸。終わったらちゃんとバケツに入れてね。先生、いのりさん、一緒に花火してもいいですか？いいよ。啊啊！合宿が終わったら6級のバッジテストですよね。もうすぐ出遅れたいのりさんじゃなくなる。6級になれたらもう立派な選手だ。5歳から始めた子たちに追いつくね。少し寂しいです。寂しい？私は出遅れていて、先生と会う前の自分が本当に嫌だったから、このままじゃ嫌だって冷たい気持ちがあったから、いっぱい頑張ってこれたと思うんです。6級になれた時、冷たい気持ちの役目は終わる。合格したら、あの時の嫌いだった自分にさよならとありがとうをしないとなって。哦，そっか。就像这一届，ごめんなさい、私ちょっと変です。过去就会这样断掉了。変じゃないよ。すごくよくわかる。先生も今日思った。大嫌いだった自分への気持ちが自分の味方になってくれてたんだなって。曾经的自我怀疑，现在帮助了李晃。又可以继续了，是下一段故事了。已经告别了曾经的自己。悲しかったけど、今は乗り越えた先のキラキラが見たくてワクワクする。転んでも立ち上がれるって
自分を信じられる夢を追いかけてるこの毎日が大好きです。天呐，小菊最后说的那段话真的太成熟了，真的也说得很好。毕竟正是那一份曾经的失落的自己，一直在激励他走到了现在，所以要跟这样的自己做一个道别，也会有不舍的时候。只不过他接下来的这个动力或者说向往也是更加的令他期待的。这个过去曾让自己不满的比较弱小的小琪，已经像这一段烟花灰尘这样子落下了，已经要到下一个征程了。在此之前，他也是非常感谢曾经那样还不够成功的自己，正是因为有着那样的他才一步一步走到了现在。然后司教练也为小琪点上了继续的这个烟火，这是属于他们二人共筑的一个新的未来的开始吧。我也真的很欣慰，就是李黄能在司教练这种热情鼓舞下，也逐渐走出了一部分的自闭吧。感觉他接纳认可了司教练之后，整个人都变得更讨喜了。开头司教练整个这3选2的这演出做得太棒了，在配合上也有舒老师的音乐，真的是做到就是一件艺术品吧。不管是滑行的速度、肌肉的线条，再到整个画面那种张力，真的就是有惊到我、帅到我、美到我。而且真的也能看出来司教练他自己也是非常非常有天赋的呀。我觉得如果曾经的他是有一定的财富的，能有遇到过很好的教练能够这样指引他的话，可能真的就是能走向更大的舞台。他完全也是有这个实力和这个勤奋的心在的。而且就是不只是起跳的部分吧，就很多滑行的那个步伐也看得我就是美到我心坎儿去了。这段我真的要反复观摩，我觉得只有再看看漫画是怎么呈现的。帅的简直没边儿了，太喜欢了，非常喜欢这一集。那这是不是要结束了？我们下次再见了，拜拜。